ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES 高地優吾似た者同士 YouTube バージョン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回の動画はですね、9月10日にリリースされる SixTONES16 枚目のシングル「スターゲイズ」に収録されている DVD の方のミュージックビデオ、松村さんの「象形のアーチ」、ジェシーさんの「虹」、僕、そしてコーチさんの「似た者同士」、この3曲がですね収録されているんですけど、その中からコーチさんソロ曲「似た者同士」の YouTube バージョンのですね歌声分析動画をお送りしていきます。この動画が公開される前に松村さんの象形のアーチの方もですね公開しております。こちらのサムネイルの動画になってますので、気になる方はぜひ見てみてください。そしてコーチさんのですね似た者同士歌声分析をしたんですけれども、いやものすごい声を使っていました。SixTONESで使っているあの可愛らしい少年のような声ももちろん使っていたんですけれども、普段SixTONESの楽曲では使わない声もですねいっぱいありましたし、最後の最後でですねびっくりするような歌声使っていました。その辺をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてつるさんのボーカルルームで過去に公開した SixTONES の歌声分析動画をまとめた再生リストというものがございます。先ほど言った松村さんの象形のアーチ、こちらとともにですね、概要欄の方に再生リストの URL も載せておきますので、ぜひチェックよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、コーチ優吾似た者同士歌声分析 GO！ お、わんぱくだね。今回はこういう楽しい感じなのかな、コーチさんのミュージックビデオは。でもこういう楽しい感じ似合いますね。続きいきますよ。似た者同士だとうまくいかないもの。あららららうさぎの中身もコーチさんなのかな。これはね、終始笑顔が止まらない感じになりそうですね。で、今回コーチさんどういう声を使ってるかっていうと、SixTONESグループで歌ってる時は、口と鼻、口腔共鳴っていう言葉だったり声量をコントロールする声を響かせるポイントと、あと鼻のですね、鼻腔共鳴。声の音色を整えたり高音を出す時に使う声を響かせるポイント、この2つをメインで使ってるんですけど、今回コーチさんのソロの時はですねその声の出し方とはちょっと変わって、声の太さをコントロールする胸腔共鳴っていう肺の中とですね先ほど言った鼻の鼻腔共鳴、この2つを中心にした声質作りなんですよね。僕の中のいつものコーチさんの声の印象だと少年のようにあどけない声質、こんなイメージだったんですけど、今回のコーチさんの声はお兄さんみたいな感じな声質かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。似た者同士だとうまくいかないものだっていうよ。で、言葉をですね全体的にはっきりと発音するような感じの歌い方ですよね。似た者同士じゃなくて似た者同士みたいな一音一音はっきり歌うような、その歌い方がですねこの軽快な曲のリズムに合うような雰囲気を作り出してるのかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。今の高音聞きましたか？素晴らしい柔らかさですよね。裏声なんじゃないかっていうふうに思ってしまうぐらい柔らかい地声です。地声っていうか地声と裏声の中間のミックスボイスなのかな。声を出すイメージとしては後ろに声を引くような感じで出すと柔らかい声になるんですよね。おそらくコーチさんそういうイメージで高いところを歌ってたと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。
だけど I love you のこの I love you のところがすごく柔らかかったですよね。おそらくミックスボイスで後ろに弾くイメージ、これで間違いないと思います。次いきますよ。あらららららら、笑顔が素敵ですね。すごく無邪気な感じがですね、コーチさんのイメージとぴったりかなっていうふうに思うんですけど、楽しい雰囲気がね、ダイレクトに伝わってくるミュージックビデオですよね。もう一回聞いてみましょう。こんなに素敵な笑顔を見てるとこっちもね、つられてニヤニヤしてしまいますよね。で、歌い方的には先ほど説明した歌い方をここでももう一回再現してるっていう感じなんですけど、歌で同じことを2回再現するって実はすごく難しくて、やっぱり歌って楽器とかとは違って感覚的な要因がすごく大きいんですよね。なのでちょっと感覚が変わるだけで歌って大きく変化してしまうものなんですけど、コーチさんさすがですよね。再現性が半端ないです。次いきますよ。あららら、さっきの子たちはあれかな、ジュニアの子たちかな。こういう風にね、ミュージックビデオでジュニアの子たちが自分たちのね、存在をお披露目できるっていうのは素晴らしいことですよね。今のとこもう一回見てみましょう。いい。歌声もいいし、やっぱりこうダンサーさんではなく、ジュニアの子たちに登場してもらうっていうコーチさんのアイデアがですね、僕は素晴らしいかなっていうふうに思います。後輩思いっていうかね、なんか嬉しいですね。次いきますよ。いい。いいね。歩幅でさのこのさの言い方がすごく優しいんですよね。で、このポイントはですね、全体的に一つ一つの音を短く切るスタッカート。こちらを使って歯切れの良さだったり、弾んだような雰囲気を歌で表現してるんですよね、コーチさん。もう一回聞いてみましょう。いいね。コーチさんのこの優しい感じの歌声と曲のね、明るい感じだったり、こう楽しくなるような雰囲気、そしてリズムのこの跳ねた感じがですね、全部が一つにこう融合してるような感じありますよね。一体化っていうかね、融合と一体化一緒か、意味。失礼しました。この一体感が素晴らしく、映像を見ても音楽を聴いていても心地いいですよね。しかも夏にぴったり合うような雰囲気もあって、今のタイミングに一番似合う楽曲なんじゃないでしょうか。次いきますよ。いい声。ヘシーのこの言い方、超かっこよかったですよね。前半は爽やかな感じなんですけど、ハーシーのあたりからかっこいい声に変わってるんですよね。このかっこいい雰囲気を表現した要因としては、子音の発音、ここが大きいのではないでしょうか。子音をですね、強く発音して、アクセントって言われる強い音を入れて歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。めがけてのあたりからか、声質的には変わったのが。で、かっこいい発音の仕方になったのが、はしいてのはしあたりかな。なんか徐々にこう声質が変わっていくっていうこの流れ、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。この辺の声は僕がいつもSixTONESの楽曲で聴いてるコーチさんの少年のようなね、あどけない感じの優しい歌声かなっていう気がします。僕ね、大好きなんですよね。この声、コーチさんどうやって出してるかっていうと、鼻が中心なんですよね。鼻腔共鳴の響きが強い声というか。男性がですね、鼻の響きを中心にして声を出すと、どんどん声が幼くなっていくんですよ。その性質をコーチさんうまく使って歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。この可愛らしい感じの声もね、素敵ですよね。次いきますよ。で、ここのフレーズ、先ほど歌詞は違うんですけど、同じメロディーラインのところ、
可愛い感じからかっこいい感じに変化していくっていう風な説明をしたと思います。ここも基本的には同じ流れなんですけど、声の出し方的に前半は鼻中心なんですけど、中盤から後半になると胸の胸腔共鳴っていう声の太さをコントロールする響きと鼻の鼻腔共鳴の響き、この2つをミックスして歌ってる声に戻してるんですね。A メロの最初に使ってる時の声の出し方に戻したっていうか、だからストーンズの時に使ってるコーチさんの声と今回のソロの時に使ってるコーチさんの声、2つの声を使って今回歌ってるんですね。コーチさんすごい表現力。次いきますよ。今の子音の強いところ気づきましたか皆さん。空回りのこの K とかね、超強いですよね。で、ここは先ほど言った胸と鼻の響き、この2つを中心にした歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。子音の発音が心地いいぐらい強いですよね。これがね、かっこいいんですよ。次いきますよ。ここのリズムの雰囲気、すごくなんかこうゆったりした感じになりましたよね。ここね、3連符っていう音のリズムを使ってるんです。こうカウントに対してタカタ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 、こんな感じのリズムなんですけど、この3連符のリズムが出てくるとゆったりした雰囲気だったり、ちょっとね不思議な雰囲気のするリズムで、ラップとかでねよく使われたりするリズムなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ですいません、今更なんですけど、やっぱりうさぎちゃんの中身はコーチさんでしたね。なんかね、コーチさんが入ってんじゃないかって思ったんですよね。次いきますよ。うわ、このハイトーンやばいですね。なんかこの音域を歌っているコーチさん、僕初めて聞いたかな。ここがね、完璧ミックスボイスですね。高いね。めちゃくちゃ高い。ここはミックスボイスって鼻に入れる声の量を増やすんですけど、ただ鼻に入れる量を増やしちゃうと、先ほども言ったように声が幼くなりすぎてしまうので、ポイントとしては胸の響きをキープしたまま鼻に入れる声の量を増やすっていうとこなんですよね。で、高くなればなるほどどんどん体の力を抜いていくんですよ。そうすると自然と地声からこう裏声にこう切り替わっていくんですけど、その裏声に切り替わっても地声の声の張り感っていうのはキープされたままの声、それがミックスボイスなんですよね。その声コーチさん使ってます。もう一回聞いてみましょう。くるよ。かなくたってこんな感じか。高いね。すごく声のコントロールが難しいですね、やっぱり。それをね、かっこよく歌ってるコーチさん最高ですね。次いきますよ。そっか、メロラップな感じなんですね。メロディー性は結構強いんですけど、多分コーチさん的にはメロラップな感じで歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。そうなるとやっぱりさっきの子音の強さだったり、そういうところの説明がねついてくるかなっていうふうに僕の中ではね腑に落ちる部分がいっぱいあるんですけど、もう一回聞いてみましょう。この通じ合えとかこの辺の言い方とかメロラップっぽいですよね。多分そういうことなんじゃないかなっていうふうにね思います今コーチさんがこういう顔してたからちょっと真似してみたんですけど、次いきますよ。いいシーン。ダンスも可愛いですね。でバックでジュニアの子たちが一緒に踊ってるっていうね、この一体感いいですね。そしてコーチさんも可愛いですね。もう一回聞いてみましょう。いやーいいなー。すごくいいシーンですよね。みんな仲良しみたいなね雰囲気がすごくこうほっこりしちゃいますね。次いきますよ。いいね、楽しそう。一回飛びますねめちゃくちゃ楽しそうですね。いやーいいなー。最近ちょっとね個人的に悪いことが続きすぎているので、コーチさんに今回癒されてます僕。次いきますよ。
いいこのジュニアの子たち可愛いですね。やっぱりコーチさんがね、後輩のことを大事に思ってるっていうのが映像を通して伝わってきますよね。そしてこんなにがっつり踊ってるコーチさん見るのも、なんか僕の中ではすごく新鮮な感じがしますね。すごくやっぱり可愛いですよね。何回も言いますけど。次いきますよ。ここからまたなんかちょっと雰囲気変わりそうな雰囲気ありましたね。雰囲気変わりそうな雰囲気。雰囲気って僕よく言いますよね。なんか最近動画の編集をしててね、雰囲気とかちょっととか言い過ぎだなと思って、編集でね、カットしてる部分も結構あるんですけど、口癖って怖いですね。で、なんかこっから雰囲気が変わりそうですね。聞いていきましょう。やばっ、めちゃくちゃ高くないですかこの声。こんな高い声出せたんですね、コーチさん。素晴らしすぎません？もう完璧ミックスボイスですね。フレーズをこんな感じか。声出してる感覚的には、ほぼ裏声ですね。でも先ほど言ったように胸の響きをキープしているので、声の張り感は裏声でも残ったままなんですよ。だから地声っぽく聞こえる声になる。それがミックスボイスなんですけど、いやー素晴らしい声のコントロールですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、フレーズ王のところがすごく綺麗にね、ミックスボイスを出して歌ってますよ。いやー素晴らしいですね。次いきますよ。で、ミックスボイスで超高い声出した後に急にね、中音域ぐらいに音を下げる。これね、難しいですよ。音幅2オクターブぐらいあるんじゃないかな。で、しっかり歌い切るっていうのがね、これ難しいんですけど、素晴らしすぎますね。で、その後はスタッカートで歌って、歯切れの良さを表現してるみたいな感じで今のフレーズを歌っています。次いきますよ。このフレーズがもう一回続くんですね。曲の後半はこうやってね、高音域アピールポイントなんですね。いやー、コーチさんの新たな一面を知ることができましたよ。すごいですね。次いきますよ。ここで終わりか。フルで聴きたい方はですね、9月10日にリリースされる SixTONESスターゲイズ、こちらの方を購入してぜひフルで聴いてみてください。以上、SixTONESコーチ優吾、似た者同士、歌声分析はここで終了です。いや、今回のコーチさんのソロ楽曲でですね、今まで知らなかったコーチさんの歌声の魅力を知ることができました。一番びっくりしたのがやっぱり最後のハイトーンボイスね。あのミックスボイスのコントロール力は半端ないなっていうふうに思いましたし、やっぱり楽しいとか可愛いとか、そういう雰囲気を表現するんだったら僕はコーチさんがね、一番合ってるんじゃないかと思いますので、今回の似た者同士、まさにコーチさんぴったりな楽曲だったなというふうに思います。いや、最高でした。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。